皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、久しぶりに東京に行ってきたので、その時に撮影してきたストリートスナップの様子をお届けできればなと思います。普段私のチャンネルではですね、自然の中にいることがほとんどで、久しぶりに私も大都会に出て、すごく刺激的な時間をね、過ごしてきたんですけど、知人の写真展だったり、企業様にご挨拶に行ったりっていうね、用事で行ったんですけど、非常にね、楽しかったですね。そんな感じで今回はゆるくですね、写真を撮りながら、写真をお見せしながらね、やっていく動画になりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それでは早速スタートしていきたいと思います。普段私は長野県の北部に住んでるんですけれども、今回は飯山っていうね、駅から新幹線に乗ってね、都内に行きます。で、今回はニコンの ZF にオールドレンズの単焦点ですね、35mm のレンズを使っていろいろと撮っていきたいと思います。普段住んでる自分のね、街とか村とかそういったのを新幹線から見るっていうのも結構新鮮なんですよね。なんか違った場所に見えるというか、で埼玉県とかね、そっちの方に行くともう山が一気になくなりますよね。結構皆さんね、県外からツアーとかに来る方も山多いですねとかって言うんですけれども、こんな感じなんだっていうところで、でもなんかこういったところに住んでたら自分だったらどういうのを撮るんだろうって考えたりするのも結構面白かったりしますね。で、今回は上野からスタートしてね、歩いています。雨降っていたのでね、結構雰囲気があってね、良かったですね。で、せっかく都内に来たのにね、なんかわかんないですけど、緑を求めてってね、なんか吸い込まれてってしまいましたね。この辺りのね、木々たちすごく立派でですね、歩いていてね、気持ちよかったですね。結構都内とかね、すごくビルが多いなってイメージもあるんですけれども、意外とこう公園とかも多くて自然も豊かなので、そういったところもね、撮影するの面白いなってね、思いました。で、やっぱり自然もね、すごくいいんですけれども、人がいるっていうのもね、いいなっていうふうにね、思いました。こんな感じで緑がめちゃくちゃ綺麗なんですが、結構綺麗な光と影がね、存在していたので、それを使って、人と絡めて撮ったりなんかしていますね。こんな感じで、ちょっと暗めに撮ってあげると雰囲気が出るんじゃないかなっていう感じです。昔は結構いろんなところにあった公衆電話ですが、スマートフォンの普及とかでなくなってきちゃうんですよね。なんか珍しいなと思ったので、とりあえず撮ったりしていました。ハーフパイプみたいな不思議な水たまりというか堀を見つけたので、ちょっと中どうなってんだろうと思ってね、見に行きたいなと思って助走つけて、いや無理でしたね。はい、はい、そもそも無理ですね。上野駅はこんな感じです。遠くにねスカイツリーがね、雲の隙間を、貫いて出てきたので、そんなところもね撮ったりしています。せっかく東京来たので、ありきたりなんですけれども、東京駅をね、正面から撮ったりなんかね、していました。35mm なので意外と広いかなと思ったんですけど、横に長いので、この駅。なので、ちょっと下がったりなんかしながら撮ったりしましたね。はい。こんな感じで、爽やかな一枚になっております。この日は結構雨が降ってたので、水たまりってほどではないんですけれども、水の膜がね、下の地面にね、覆われていて、そのリフレクションがね、すごい綺麗で面白かったですね。なので、ちょっとこんな感じの一枚をね、撮ったりしています。で、結構ブルーじゃないかっていうとこなんですけど、これ結構癖強めのピクチャーコントロールをね、当てたりしているので、見た目と違うんですけれども、あえてそれをね、使っています。あとは人がね、入ったりしてくるのもね、面白いかなと思って、これ逆さまにしてみると、こんな感じでビルに向かって歩いていくね、人みたいな、そんな感じの表現もできてね、面白いかなっていうところですね。いろいろ探し回って歩いたりしていましたけれども、やっぱりね、東京のビルディングは高いですね。うちの町だと一番高くて何でしょう、イオンとかかな。そんな感じですけれどもね、いや、どこの時代生きてんだろうっていう感じをね、してしまうんですが、とにかくね、圧倒されますね。最終的にこの場所で没頭したのはリフレクションの世界の中に人の存在を入れるっていうところでしたね。傘を差してる人もね、多かったので、そういったところでもドラマがありますし、結構地べたのテクスチャーなんかもざらつきがあったので、そういったところでも絵画みたいなね、感じの、そんなね、面白い写真がね、撮れたかなっていうふうにね、思います。東京メトロとかの細い地下通路とか階段とかがめちゃくちゃ雰囲気があってね、好きなんですけれども、匂いとかもね、ちょっとするんですが、それも含めてね、なんかね、居心地が良かったですね。居心地は良くないか、撮影しててね、非常に楽しかったです。
次は六本木に来ていました。この辺りも長くビルが続くので、撮影しててめちゃくちゃ楽しいですね。車がかなり通るので、そういったものをね、撮ったりしていました。雨の日、傘を差して横断歩道を渡る人とかね、すごく雰囲気があったので、そういったものもね、ちょっと撮ったりしています。これはあえて少しブラしてね、撮ったりなんかね、していますね。こんな水玉模様とかね、別に東京来なくても撮れるっしょみたいな、そんなものもね、結構たくさん撮りましたね。なんかこの ZF とオールドレンズ使ってるとね、とにかくいろんなものをね、撮ってみたくなっちゃいますね。結構癖の強いピクチャーコントローラーやったりすると予想外な展開になったりするので、それも含めてね、結構楽しめました。スケルトンの屋根の上を水がさらさらと流れているというね、すごくおしゃれな六本木らしいね、建物かなと思うんですけれども、これもね、写真をね、パシャリと撮ったりしていました。もう思わずね、乗っかっちゃいたくなるんですけれどもね、さすがにそれできないので、ぐっと我慢してね、シャッターをね、切っていますね。普段こんなに物に囲まれて生活していないので、とにかく楽しいんですよね。被写体に困ることがなくて、いろんな可能性が散りばめられているので、やっぱりこうネイチャーを撮ってる人もね、こうストリートをやってみるっていうのはね、すごくいいかなというふうにね、思います。その逆もね、そうなんですけれども、すごいいろんなこう頭というかね、普段のネイチャーを撮ってる時の思考回路じゃない思考回路で物を撮ったりするのでね、そういった意味でもね、すごくいい、トレーニングになるかなっていうふうにはね、思います。六本木から銀座に移動してきました。セイコーの時計台がね、とってもレトロでね、気になっちゃったのでね、パシャッと撮ったりなんかしていましたけれども、ちょっと普通に撮ってもね、味気ないなと思ったので、手前の信号機をね、合わせて撮ったりしています。銀座らしい1枚を撮りたいなと思ってたんですけれども、この銀座駅の構内にねあったりするこの自由をね意味したこのアートのロゴなんですけど、これが非常に斬新で印象的だったんですよね。なのでこれを前に透かして、奥にね歩いてくる、傘を差した人をね撮ったりなんかしました。ビビッドなね赤色っていうかね、そういった、色があるとねかなりね面白いですね。白い傘もね存在感がねあって、ユニークな感じで表現できたかなと思います。さあそろそろ帰る時間が迫ってきたので慌てて撮ったりなんかしてるんですけれども、今回の撮影で非常に印象的というか楽しかったのはね、銀座だったかなと思います。街並みもそうですし、人の動きとか、車の動きとか、特に雨降ってたからね非常にね楽しかったですね。そして駅の構内ですね、ここがめちゃくちゃ斬新で、一番印象に残っていますね。こんな感じで宇宙船を思わせるようなね場所で、人の動きとかをね撮ったりなんかしていましたけれども、本当に楽しかったです。はい、という感じで今回はねちょっと仕様で出かけた東京で ZF を使いながら、そしてオールドレンズのね単焦点レンズ 35mm を使っていろいろなものをねスナップしていきましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。普段はね自然の中で撮影していることがほとんどなので、こういったストリートってものはねあんまり撮ることはないんですけれども、本当にいい刺激になりましたし、頭のストレッチにもなったので、またねこういった感覚を持ってねネイチャーの中に入ってね撮影に励みたいなというふうにね思っています。あとはこのねニコンの ZF、 私は GFX をね基本的にはメインで使っているので、あんまりこの ZF をネイチャーで使うことはないんですけれども、こういったねスナップとかはね、積極的にこの ZF とあとオールドレンズですかね主には使ってこれからもね撮っていきたいと思うので、またこんな感じの緩い動画もねお届けできればなと思いますので、ぜひ、これからもよろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。